乃です。静香です。本日はマックの新作です。なんとまず紹介しますね、念願のというか、みんな待ってるよねこの時期っていうてりたまですね。はい。これチーズてりたま、はい。定番てりたまで、普通のてりたまは買いませんでした。はい。チーズが入ってるのと一緒ですか。はい。これが新しく出た炭火焼肉風てりたまです。これです。で、これも出てたよな。梅のりの塩味とニンニクの黒胡椒マヨ味。はい。いただきます。今日はこれ青のりとかいっぱい口につくんですけど、気にしないでください。うわ、うんま。やばい。やばい、めっちゃ美味しい。これは美味しい美味しい。あ、めっちゃ照り焼き高かってる。待って。最高。一緒じゃん。ほぼ一緒。いただきます。かわいい。美味しい。あ、炭火だ。来た。美味しい。炭火がめっちゃ美味しいてりたま。普通でも最高にうまい。あ、これ多分裏だ。裏、漏れてる。作るの失敗。失敗。失格。首。私はみんなに報告したいことがあって、この間しゅうちゃんが初めて自分から謝ってくれました謝った？何のやつ？でも喧嘩してね、初めてしゅうちゃんから謝ってくれてんけど、面と向かってじゃなくてLINE であれな。なんだっけ、その喧嘩ハーフよ。まず洗い物をね、基本しゅうちゃんがしてくれてるんや。だけど待って、それみんな把握しておいてください。それベースでの話やから、これは。どうぞ。やねんけど、たまに僕がすんねんな。そうやんな。で、その時は結構立て続けに僕がしてる時が続いててん。たまたま 2,3 日連続僕がやってるみたいなの続いてて、僕のその洗い物の仕方っていうのは、例えばここにシンクがあります。で、シンク包丁で切ったりできる調理場、キッチンや。で、ここが IH やねんな。で、IH やから僕はフライパンとかがそこに置いてあるのを一回このシンクの近くに持ってきて、で、結構カスとかが多いから拭いても結構意外と拭ききれへんちっちゃいカスがあったり、下に落ちちゃうねん。で、結構下でキャベツ足で踏んだりとかちっちゃい、結構やっちゃうし、キャベツとかって掃除機吸いづらかったりするから、なるべく落としたくないのと、小さいカスまで捨てたいってことで、この IH のやつを拭き取りながら、こっちに移動していくねんか。こっちにスライドさせてって、その調理場に、洗い物のやつ置くやつ、乾かすやつ置いてんねんけど、それも一回どけて、全部綺麗になって、こっち完璧に綺麗ですっていう状態にして置くねん。ほんで置いて洗い物始めるわけ。ほんであとはもうこう積んでいくだけ。やったらさ、こっち拭かんでいいやん。やし、これをどける作業もしんでいいから、一回綺麗にすんのっていうスタイルやねんな、りーちゃんな。そう、落ちたくないから。で、全部だからシンクにこうさっと飛ばしていくシステムやねん。で、それでいつもやってるから、で、その日もしゅうちゃんここでなんか寝てるみたいな感じになってたんよ。寝てたな。そう、だから洗い物しとこうと思って、確か昨日もそんな感じやってん。だから昨日と同じみたいな感じで、洗い物しとこうと思って洗い物し始めようとしてたんよ。ほんなら昨日は、寝てて起きたら洗い物終わってるからありがとうって感じやったんやけど、りーちゃん置いといてみたいな感じでこう起き上がってきたわけ。そうやな。けど僕的には僕がやるからいいよみたいな感じやってん。けどなんかそれが嫌でやろうと思ったんやろな。申し訳ないとか。あと、りーちゃんさ、腰めっちゃ痛いって言うやん、洗った。だから終わった後に疲れたってとかやるやん。それが嫌やねん、もうのと、普通に申し訳ない。肌伸びてるだけやねんけど。だから申し訳ない、悪いなっていうのがあって、だからもうやるしみたいな。置いといてってことよ。だからしゅうちゃんが来たんよ。で、そのしゅうちゃんが来た時にちょうどその IH を拭こうとしてる時やって、IH の時に使ってるフライパンがあったから、水に浸してあるフライパンがあったから、それを一回こっちに移動させようとして、ほんで IH を拭こうとして、そのしゅうちゃんがこう、そのしゅうちゃんのキッチンに立ってきたからな。でこれで移動させようとしたら、なんか「置いといて」みたいな、その言い方がな、
か「いいよ置いといて」みたいな感じやって「いいよここだけじゃあ拭いちゃうわ」っつって僕、洗ってくれるんやったらありがとう、でもちょっとでもなんか手伝おうってここまで来たしと思ったから「ここだけ拭いちゃうわ」って、だからあとよろしくねって言おうと思って「ここだけ拭いちゃうわ」みたいな顔言ったんやん、ほんならなんかめっちゃ嫌そうな顔をしてんなもうほんまにそこ置いといてよみたいな、もういいってみたいな感じの、マジでそんな感じやってんだから、なんでそんな顔されなあかんのってなるやんそうやな。で特に理由もさ、言わんからさ、なんでそんな顔されなあかんのってなってなんでみたいに言ったら私はその全部洗ってから拭くからみたいな、置いといてみたいな。でも洗ってから拭くんやったらさ、ここにさお皿が溜まってるんやからさ、こっちに流せへんわけよ、ってことはさこうやってさ雑巾でさ、かき集めて布巾で、でジャーって流してまたやん、絶対こうやった方が早いやん、どう考えてもな、動作的に絶対この方が早いやん、でもうこれもどけてるから、こうやるだけやのにと思ってなんでと思って、でしおちゃんのその拭き方は、そのこうやって拭いてるんかもしれんけど机みたいな感じで、こう絶対落ちてんねん、カスが、だからそれ掃除機かけないでしょあなたって、掃除機かけないし、その行くたびにあそこでなんか踏むのが嫌だから、それを極力抑えるために自分でやってんねんからいいや、やらしてるわけじゃないんだから、だからしおちゃんにそれを強制はしてないの、自分はそのやり方なだけ、でそうやってたらなんかそんな顔されたからそれに腹立って、なんかさその言い方がさ「あれじゃほんまに大丈夫私こうやってやりたいからさ」みたいな感じやったらまださいいけどさ、なんかもうほんまになんかもう置いといてみたいな感じでさ、めっちゃ嫌やってんの、めっちゃ嫌な顔して、しかもあからさまにめっちゃ嫌な顔したんよ多分それ寝起きっていうのもあったんやと思うねん、あるあるあるあったんやと思うんだけど、すっごいあからさまにめっちゃ嫌な顔したからそれに腹立って、でしゅうちゃんだって落とすやんみたいな、それ拭ききれへんやんみたいな、ポロポロ落ちるやんっつったら、なんかそれも多分嫌で、そうやな。そうほんでもうほんまに私もムカつくわと思ったから、もうそのままじゃあどっか行こうと思って、でもうじゃあいいわみたいな感じでなんかそのフライパンをそこに置いたらまたシンクが汚れるやんとか言うねんか、その一部分だけ拭けばいいやんフライパンで汚れて大したことないから、カスを取りたいって言ってんのって話やねんな。キッチンの上にフライパンを置いて、僕はこっちにリビングに戻ってきたわけ、で戻ってきたけどやっぱイライラするわと思っておかしいやんどう考えてもな、でもしおちゃんはなんか自分が悪くないみたいな感じで来んねん、100%、そうやな。でこれさちょっと悪いなとか言って分かるけど、なんかめっちゃムスッとして私は100悪くないですみたいな感じで来るから、これに関してはどっちが悪いとかないやん、お互いのやり方があったんやから、でも言い方で変われたくない、確かにな。ほんでしゅうちゃんになんか言い方とかちょっとあったくないみたいな言ったな、分かるけどみたいな、分かるけどちょっと言い方とかあったと思うみたいな、今回に関してはみたいな感じで、だからちょっと冷静になってくださいって言ってほんでリビングに来て、冷静になって反省してみたいな、反省してくださいって言われてカッチーンってきて、それに「何ね反省してください」って、じゃありーちゃんが敬語使ってきて、結構腹立つね。強い言い方できへんねん。あ、そうやな。絶対お前反省しろよとか言えへんくて、反省してなか反省してやになんねん。でも反省してねっつったら反省してね、こっちが下手に出たみたいでさ、それも腹立つで、反省してねみたいな、あなた反省してねみたいな、それ上からや先生や、普通の関西弁でいいかも、反省してやって、だからしてくださいも結構反省してくださいほんで僕はこっちにおってん、でいつもやったらすぐ謝りに行くけど、それもせずに、でずーっと携帯触ってて、しゅうちゃんは勝手にお風呂入りに行ったわけ。入ったな。でいつもやったらそういうの止めんねん、仲直りしようよって。でも止めずに、珍しいと思ったよ。僕はただ手伝いたかった一心っていうのがあったから余計腹立ってん。ほんで結局そのドライヤーまでもう2人とも喋らへんやんか。しゅうちゃんずっと寝室におってんけど、もうちょっとしゅうちゃんに話しかけようかなって自分も落ち着いてきたし、ほんでしゅうちゃんに「しゅうちゃんごめんね」って言ったら「LINE 見た?」みたいな感じやって、ほんならちょうど LINE 今ってなってて、見たら「りーちゃんごめんね」みたいなそれがめっちゃ可愛かったけど、この画像ですこれも送ってきて、ほぼ同時やったよな。一緒やったな。僕が携帯見ずに、そのまましゅうちゃんのとこ行ったから、その道中に送られてきたんだよ。でも私の言い分も聞いてほしいじゃん、これは。だってさ、私がさもういつも洗い物をしてるわけやん、でたまにしてくれるやん、でもう分かんねん、りーちゃんのそのこう流してきたい派で、私も
入れるところ拭くの。そこは拭くの絶対。しゅうちゃんは調理場だけ拭くねんな。あ、そうそう、調理場だけ拭いて、で最後にIH のところを拭いたりとかで、その時に限って結構油を使ってたフライパンを使ったので、2個あったから、それを水につけてたよ私は。でこのシンクもいっぱいあったから、そこに置けへんやん。だから一旦 IH のとこ置いてて、水につけて油取りやすくしようと思ってたやん。だから最後にやろうと思ったのに、なんかこうやってやられて、でそのフライパンこっち持ってきたやん。そこに置いとけばいいやん。やめろよと思って、だってさ嫌やからこっちに置いてて、で拭いたらなんか後で拭いたらいいやみたいな感じだったけど、その下も油がついてるわけよ。それも最後にしっかりもう1回拭いたらいい。2回拭いたらいい。いやいや、そんなんはなんか二度手間な。だからちゃんと私のルーティンがあったのに、じゃあそんなんするんやったら、もうりーちゃんがやってとか言って、それはちゃうかったんか知らんけど、それは違うやん。なんかその言い方が嫌やって。だからさ、手伝おうとしてる人に対してなんでそんな言い方にしかできへんやろうと思って。まあだからそれは申し訳なくなったから LINE 送ったって感じ。だから自分のやり方があんのもすごい分かるんやけど、もうお互い自分のやり方があるんやし、そこで伝える言葉一つで変わるのに、なんでそんな喧嘩になるような言い方をしてくるのと、なんであんな嫌な顔をしなければ喧嘩にならんかったのに、そういう顔自分がされたら嫌じゃないの？手伝おうとしてる人に対してって思った。そうやな。しゅうちゃんがさ、良かれと思ってさ、なんかちょっとほこり溜まってたからさ、掃除機かけたらさ、もうなんか違うのにいいけどみたいな感じ言われて嫌ちゃう？まあ嫌やな。せっかくかけてあげようと思った一心でかけたらとか、しゅうちゃんぶっちぎれるよ。そうやな。だから僕やりたかったのはいいねんけど、これしゅうちゃん逆の立場やったら切れるでしょって言いたいんですよ。そうやね。僕何も失礼してないよ。してたで。その反省してくださいの前に、なんでそんなん言われなあかんのみたいな。その言い方する人だけどその言い方もうっとしかった。でもそれはじゃあだからそれもこっちからしたら、あ、ごめんここだけ拭かしてとかさ。じゃあさ、それはさ、何回さこんな目で見られてさ、見てみたいな感じされてんのにごめんねって言うってこと？あ、ごめんなんかそんな言われへんやろ。ちゃったとか言えばいいやん。そんなやつに入れる？じゃあそれやったら、じゃあ洗い物もしてくださいってなんで。入れる？じゃあしゅうちゃん言うよ。入れる？僕がさ、もう正直ちゃうねんけどみたいな、いいけどみたいなさ、ごめんね。ごめん、なんかりーちゃんのやり方があったん。ごめん。絶対言うよ。お前は絶対かけてんのにって絶対なるって言うよ。ならへん。しゅうちゃんは絶対口けどそれでもう絶対二度と掃除機しんとこってそれでもやろでもけど言うだよ。でもそういう人やん。もうじゃあ二度としてやるかって感じやん。僕は手伝ってあげたいっていう気持ち残るもん。まあそれはしゅうちゃん、僕が怒った時な、僕が発端のバージョンの時はほんまにごめんって思うわけ。でもしゅうちゃんってごめんって思わへんからすごいな。でも分かる。分かるかな。これも言われたんは、思ってんねんけど、多分そんな人ほどは思ってない。そう言ったよな。だからごめんって言って、こうや。ごめんね。こうや。ごめんね。ごめん言ってやから。ごめんってなんか言ったらわかんねんってなんねん。でもさ、ガチでしゅうちゃんが謝ってくれる時あるやん。りーちゃんごめんみたいな。そういう時さ、だからいいよって言うくない？そうやな。ごめんねって、僕もごめんねって言うやん。けどさ、僕がさ、なんかいいよって言われる時ってさ、大抵さ、ごめんって、だからごめんこんなんじゃない？そう、誰が許すねんそんなんでお前っていう。そう、お前思ってへんやろみたいな。いやね。しかも一緒にすぎて思ってるか思ってないかめっちゃ分かりやすいね。多分しゅうちゃんからして僕もそうやと思うけど、僕が怒ってるか怒ってないか分かりやすいみたいに、しゅうちゃんって内心なんか思ってるんやろっていうのめっちゃ分かりやすいね。出てるんやろな。で、なんか思ってるなら言ってって言っても別になんも。で、しゅうちゃんが喧嘩したら別に僕結構自分がな、性格悪いと思ってて、幼少期から僕長女で、結構わがままし放題というか、おばあちゃんとおじいちゃん優しすぎて自由奔放に育ったんや。だからもう全部弟はもう僕のしもべみたいな。そうやな。だから僕に決定
定点があるみたいな感じで、あれしたいこれしたいここに行きたい、だからわがままやと思ってて、でなんか「ほんまりーちゃん自己中やわ」とかママに言われてたから、だからあそうなんやと思っててんか、すっごい思ってんけど、しーちゃんと出会ってからそうでもないのかもしれないって思ってきてこっちは多分次女の気が強いそう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 、自己中もある、わがまま、じゃあ最悪なこと言ったら、わがまま自己中気が強い、なんかもう許せへん、ほんで折れへん、そうやな、最悪だから今までのしーちゃんやったら引っかかってないことでももうその家と一緒、そうやだからその妹とお姉ちゃんがカイロでこうやって投げ合いして遊んでて、ほんで仕事終わりのしゅうちゃんご飯食べてたんだっけ、寝てたしゅうちゃんにそのウェイウェイって遊んでるカイロが当たっちゃった時にブチ切れたやんか、ブチ切れ第一声何やったっけ、当ててくんなよそんなっていうしゅうちゃんが今は想像つく、つくだからつく、それも自分が悪いと思わへんやろ今だにまあそういう時もあったな絶対悪いやん、じゃあ悪いけど、そっちもあったでしょってなる。だからこっちはちゃんと自分で反省してるよ、そこをまあまあ自分が反省してたら、そのちゃんとごめんねって言ってくれるけど、そうじゃない時はならへんやん、だって自分悪くないもん、だから悪くなくても謝ってほしいねそうだからそれがやばいね、それがやばいね一旦な、その場を収めるためにとか、でしゅうちゃんは100しゅうちゃんが悪くて、僕が0%やったとしても一回謝ってほしいね、謝ってほしい、自分が悪いけど100-0の構図でも謝ってほしいな、一回しゅうちゃんごめんねって、で考えるねんね自分が、まあ許すかどうかは考えるみたいなお前おかしいやろお前さこうやってさ座ってるおばあちゃん車でガーン引いてさ、ほんでおばあちゃんが「ごめんなさいね」って言って「まあ気ぃつけてや」って言ってる一緒やねそれはさすがにない。でもそれぐらいの100-0ってそういうことやからな、まあな、まあでもほんまはいい人やから根は優しいやん、優しいよ、優しいけど優しいけど、まあそういう一面性もあるよっていうそうだからなんかしゅうちゃんってほんまに二重人格みたいその優しい時のしゅうちゃんとそのもう無理ってなった時のしゅうちゃんが極端すぎて、そうやな、それはめっちゃ100-0かも。じゃあ100-0やねで、前僕にキレた時もなんか外で「行けや!」って言ってあれやばいやばいこいつやばいで僕は「いけない」みたいな「僕いけない」とか言ってるのに「いけ!」ってとか言って言われてたし、なんでお前の機嫌で左右されるわってめっちゃ嫌や家族の空気がその色私が機嫌悪くて暴言吐いてたら「そんなん言わんときや」とかそっちなんねんけど、私が「キャー!」とかめっちゃ笑って冗談言うタイプだからそしたらめっちゃ盛り上がるみんなおだってた違う顔色が好きや笑ってたじゃない、しゅうちゃん笑ってたけど弟とか妹かもしれんかったね、やばいみんなのおだてておだててあいつ化け物がえぐいほんまに。でも私はもうマジでキレたらこうなるってだけの話で、そう普段はマジで自分でもあれやけど怒らへん、マジで穏便、ほんまにそうやん、で別に人とも別に興味ないって感じやから、そうそう、だから他人に怒ることない、そも興味はじゃあみんな家族も僕も興味あると思われて、そうそう、興味あって好きな人にはこうガッていっちゃう。これで嫌いになったりとかちょっとやめてください。ほんまに怒った時だけけどほんまにいいやつやで普段は、ほんまにちゃんと言っといてなそれは。でもそれは分かるじゃないと僕一緒にいられへん、そうやな、そんなそう普段だってしゅうちゃん道混んでても何があっても怒りません、僕の方が怒ります。なんでこんな混んでんのってこれさ世の中で言うさ、優しい人ほどさ怒ったら怖いみたいなのあるやん。でもそのままありそう。普段怒らない人ってことは、ずーっとため込んでるから、そうやな、水がいっぱいになった時怖いよな。じゃあありがとうございます、携帯返せとかまたコメントをしてください。このてりたまをまた食べてみたいなって思ってくれた人はグッドボタン、コメント、チャンネル登録無断でよろしくお願いします。
それでは